ありがとうございます。一応お写真の方は共有させていただいてまして、ありがとうございます。であとはこういう例えばなんかちょっとリボンついてるとか、なんかそういうやつの大小大中小みたいなので、もうカラーを全部まとめて作るっていうのをおはようございます。今は朝の10時27分です。さっき彼と一緒に住んでるお家からこのアトリエにやってきて、今日から3日間撮影という名のお仕事ですね、出勤という感じで、こちらのお家にやってきました。で、今から簡単に用意したヨーグルトを食べて一日を始めたいと思います。おいしい。本当に何度も言ってるんですけど、このラブクランチのダークチョコレート&ココナッツ、これめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。私がね食べるグラノーラといったらもう本当に必ずこれ。見えるかな、なんかチョコレートがねゴロゴロ入ってるんですよ。この食感がたまらなく美味しいです。で、今日はこれから準備して外に出るんですけど、仲良しののんちゃんとあいちゃん、この3人組でお互いのね誕生日を毎年お祝いしてるんですが、もうすぐ私が誕生日ということで、今日彼女たちが何かこう私に用意しているものっていうか、いろいろねサプライズみたいなのがあるらしくって、ライオンキングのスウェットを着て12時に国際展示場駅に来てということなので、今日は朝からねこちらのヴィンテージのライオンキングのスウェットを着てスタンバイしております。これね富ヶ谷のミスタークリーンっていう古着屋さんで買ったんですけど、ちょくちょくそこの古着屋さん寄るんですが、結構なんかこういうねディズニーのセンスのいいヴィンテージのスウェットとかね T シャツとかあるので、そこでね見つけたお気に入りのスウェットです。はい。なので今日はね2人に何かお祝いしてもらえると思うので楽しみです。ライオンキングのスウェットを着てということは、なんかディズニーに関する何かがね待ってるんじゃないかと思ってワクワクしています。で、今週はそんなね楽しい予定もありつつ、一方ではちょっとお仕事の部分、ブランドのことだったりとか動画のスケジューリングだったりとかやることが多くなってきて、ちょっと時間が足りなくなってきてるなという印象があって、今週中にやらなければいけないのは、昨日打ち合わせに行ってきたピンクヌックホリデーコレクションのリースについてどういう風に進めていくかとか、どういう装飾を集めたり作ったりしてリースにしていくかっていうのを早め早めに行動していかなきゃいけないのと、キャンドルですね。キャンドルを今年も作ろうと思ってて、その香りについて今年はどういうイメージで進めていこうかなって考えて大方決めていかないといけない。そういうのがねいろいろあって、もう本当にねやらなきゃいけないことがもう盛りだくさんなんですよ。なので、今日はねオフみたいなもんで一日ねちょっとこう楽しもうかなと思うんだけど、明日はねちょっと仕事をね頑張りたいなと思ってるので、平日はちょっとできる限り5時半とか6時とかに起きれるように頑張っていこうかなと思ってます。この日は仕事やらなきゃいけない、しっかりやらなきゃいけないっていう日はもうちゃんと早く起きるっていうことをよりね意識して行動していきたいなと思います。とにかく朝早く起きれば一日がめちゃめちゃ長いんですよ。その分やれることいっぱいあるから、この分ね早起きマジで頑張りたいと思います。はい。なので皆さんも新年度始まって中だるめしそうなこの時期、一緒にもう一回ね気合い入れて頑張っていきましょう。やることやって遊ぶときは遊ぶっていうこの両立を今年はもう頑張りたい、怠けないでやりたいと思っています。はい。では急いでご飯食べて、今日は思いっきりのんちゃんとあいちゃんと過ごす時間を楽しんでいこうと思います。ではまた。
いでたちは今日のテーマはライオンキングだからテーマはライオンキングありがとうおめでとう今日は劇団四季やライオンキングに行きます楽しみ行こう超楽しみ嬉しい楽しみありがとう入れなかった時にいきなりステーキあざーすまだまだ若い年齢なんて数字だ
チドサーモンの優美っていう。素敵。めっちゃ綺麗。入りたて。はい、午前中仕事頑張ってこの後外に出たいと思います。今日夜ご飯をね、前回お会いしたキコさんと食べに行こうと思ってるんですけど、その夜ご飯に行くための OOTD ご紹介したいと思います。今日はあったかそうなので、上は、韓国で買ったアトリエ9のシャツを着ています。はい、これね、丈短めのシャツなのでハイウエストのデニムに合わせるのにちょうどいいんですけど、こちらのストライプのシャツに、下はギャップで買ったバギーパンツ。これ手上げるとシャツが結構上に上がっちゃうので、下はねマリメッコのタンクトップ着てます。バッグは先週動画でもご紹介した、ブルーボトルとマリメッココラボのトートバッグ、はい、こちらを持って、爽やかな感じのねコーディネートにしたいと思います。やっぱりこれ可愛いですよね。水色にグリーンはもう私の大好きな配色です。肩にかけたらこういう感じ。
でそこのバッグの中には、いつも通りカメラ、夜寒くなるかなと思ったので上に羽織れるようなニットカーデ、あとはヒポポタマスとムーミンコラボのタオル、化粧ポーチ、なんか初めて会う方とこんなに早く2回目ご飯に行くのってほとんど初なんじゃないかっていうぐらい、すごくなんかトントンとこう予定があってというか、合わせれてご飯に行けるのですごく楽しみです。今日のリップ、花バイヒンスですね。これはどこだっけな、ローソンとかで買ったんですけど、コンビニコスメです。私本当にコンビニコスメよく使ってるんですけど、いろんなバッグをね使うからリップをね入れ忘れることが多くって、そういう時はねコンビニコスメにお世話になるんですが、このね花バイヒンス、こちらのウォーターグラスティント03モーブ、このカラーすごく可愛いのでおすすめです。こういう感じのカラーでフォーマルにもカジュアルにも使えそうな、そんなカラーのリップなので、リップクリーム忘れたっていう時はぜひローソンに書き込んでこちらの花バイヒンスのピントを買ってみてください。よし、午前中仕事頑張ったんで夜は楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。私ナスとエリンギをお願いします。はい、かしこまりました。よいしょ、帰ってきました。いやいい夜でした。美味しいもの食べてたくさん語り明かして、帰ってきたんですけど、今日はご飯行く前にマリメッコに行って展示会でオーダーしてたものを受け取りに行ってきたので、それをご紹介して寝ようと思います。なんか毎週マリメッコのなんかご紹介してるかなって思うんですけど、これで最後です。これでもう私がね今年の春夏にマリメッコでオーダーしたものはもう全部揃いますので、またマリメッコかよって思う方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。なんて言ったってね、今年は夏にフィンランドに行きますから、そのフィンランドで着たい服とかもねあったので、今年の春夏はちょっと多めにオーダーしたんですよ。ということで最後のお洋服、じゃん、こちらです。タンクトップです。白地のタンクトップに、縁が黒ですね。そして真ん中にウニッコ柄が刺繍かなって入ってます。このねマリメッコのタンクトップはねめちゃめちゃ使えるんですよ。去年もね買って今この中に着てるんですけど、マリメッコのタンクトップは肉厚だし、あとこの脇のところがねこうピタッとしっかり沿ってくれるというか、よれないから、なんかこう横からね下着が見える心配とかもないし、何回洗濯してもへこたれないしということで、こちらのタンクトップ買いました。こういう感じでこうシャツのね中に仕込んでも可愛いし、なのでこちらタンクトップ、白と黒のものをね選びました。もう一個はね赤とオレンジみたいな感じの色味でした。であとはポーチです。このポーチ可愛すぎ。このオレンジにマーガレットみたいな柄で白地に青っていうね、この配色が可愛すぎるガマ口のポーチ。中はこういう感じですね。裏地は白。このマリメッコのこのガマ口ポーチ、これめっちゃ使えるんですよ。大きさもね大中小でいろいろあるんですけど、私はこのねペンケースタイプのもの、これをすごくよく使ってるので、それの新しい柄が出たということでめっちゃ可愛くて買いました。これペンケースにしても可愛いし、ちょっとお出かけ用のコスメ入れてもいいし、あとはなんかこう有線のイヤホンとかコームとかバッグの中でごちゃごちゃしそうなものを全部ここにね入れて持ち歩きやすい、あとね開封もしやすいっていうね、こちらと、あと最後エプロンを買いました。こちらのエプロンです。めちゃくちゃ可愛い。
お家にはねすでにウニッコ柄のエプロンが 2枚ぐらいあるんですけど、どっちもウニッコ柄で、自分がウニッコ柄のワンピースとか着てる時にもうガラガラすぎて主張が激しいなって思う時があって、こういうオーソドックスなストライプみたいなそういうエプロンも欲しいなと思ってた矢先、今年の春夏のブルーとオレンジのストライプのエプロンが発売されたということで買いました。マリメッコのエプロンすごい使いやすくてお気に入りなんですよ。はい、こういう感じですね。すごい可愛い。ここのポケットのところにマリメッコのタグが入ってますね。これはマリメッコのウニッコ柄とかそういう花柄があんまり得意じゃないよみたいな方でもこれ可愛いって思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そういう感じでマリメッコ2025春夏は私が買ったものは以上です。はい、このシリーズがねこれから出てくると思うんですけど、発狂するレベルで可愛いアイテムがいっぱいあるので、ぜひねマリメッコチェックしてみてください。もう回し物みたいになっちゃってるんだけど、そういう感じで、もう今日は朝早くから起きて一日活動していたのでもう眠くてたまりません。なのでこのままお風呂入って寝たいと思います。おやすみなさい。スタッフとは可愛い。可愛いの。My heart is aching, but somehow it all the right
よいしょ。はい。33だね。はい。始まりました。最近同様ラジオ第33回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。このラジオは私がこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。この最初のさ、このラジオはのやつもスラスラ言えるようになってる。33回もやってくるとどんどんラジオっぽく喋れるようになってきたかもしれない。そうね。ちょっと抑揚をつけて何か話すとき、なんか何か定型文みたいなさ、読むときにちょっと抑揚をつけれるようになった。まあだから何なのっていう話だけど、どうですか、今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。今週はもうゴールデンウィークに入りましたね。そうかな。どうなる？なんかまだでもさ、世間的にはまだ忙しそうな感じはしてるけど。あ、そうだね。まだなんかザ休みだみたいな雰囲気はないかもね。いやもう私はですね、もう少し早い誕生日ウィーク2ウィークぐらいにまたがって始まってまして、2日前ぐらいにのんちゃんあいちゃんがなんかこの日予定開けといてって言われて、予定開けといたらライオンキングのスウェット着てきてって言われて、まあそれで9割9分答えは出てるよ。そうそう、むっと思いながら、でそのスウェットを着てさ行ったら、なんとライオンキングの劇団四季に連れてってくれて、S 席っていうのかな、いい席で、風強い今日、S 席で見ました。いや素晴らしかった。ライオンキング見たことある？劇団四季でしょ、俺ね高校生の時見たかな、一回。あ、高校の時に、私はねライオンキングはもう本当いつぶり、小学生とか本当それぐらいぶりだったから、全然忘れてたんだけど、いやすごいね、劇団四季。いやすごいやろうね。いやほんとびっくりした。まずライオンキングのその物語をめっちゃ細かく追っていくのね。そのもっとなんか大事なシーンだけをさこうやってはしょってさ終わるのかと思ったら、本当に流れをこうスムーズにいくから、1部と2部っていうかさ休憩挟んであるじゃん。1部終わった時にこれ終わるっていうぐらいちゃんと全部追ってってくれるんだけど、役者の方の演技もすごいんだけどさ、舞台セットがさもうどんどん変わってってさ、これどういう仕組みでこのセットで出てきてるんだろうみたいな、びっくり、すごかった。ただただ圧巻だったんだけど、あとは本当にキャストの人たちの肉体美がやばかったよ。肉体美がやばかった。もちろん演技とか歌もすごかったんだけど、肉体がすごすぎたよ。私あなたから最近筋トレの話をよく聞くからさ、あなたがよく言うじゃん、すごいこうちゃんと鍛えてる人とかさ、体が大きい人を尊敬するみたいなさ、いやもうライオンキングのムハサいるじゃん、もうキングダムの大沢たかおみたいだったもうこんなだった、王毅将軍みたいだった。すごかった本当に、確かにね、劇団四季の人たちの肉体はやばいやろね。やばかった。なんか大きすぎてびっくりしちゃった。こんな大きい人いるぐらい大きくて、で女性はもうなんだろう、しなやかなのよ、体のラインがさ。3人とも見終わった後なんか体鍛えようかなみたいな
なんかやっぱさやっぱすごいよいいよねみたいな、やっぱなんか肉体が美しいだけでなんか全てが様になるねって言って、なんか鍛えるかみたいな。お、で君もこっちの世界にちょっとそのねなんかやっぱそういう気持ちになったね。プロの人の作り込んだ体っていうのはすごいもう尊敬に値する。最近思うのは、この30代とか差し掛かってきてさ、もう決してピチピチで若くはないじゃん。でやっぱ30代って、身体的にはやっぱり下り坂に入っていくタイミング、もうそれは生物学的になんだと思うんだけど、体とか顔もそうやけど、やっぱもう生き様がさ、全部に出ちゃうんだよ。そう全部出てるわけですよ。だから1日2日で成し得るものではない、あこの人はずっと努力してきたんだなっていうことを言わずもがな伝える手段だと思うよね。そういうね、そう体とかのいでたちみたいなものでしょ。やっぱ10代20代って、ある程度若さとかでもう人間本来が持ってるポテンシャルとかで生きてこれるわけ。でも30代になった時に、もうちょっと40代とか、50代になった時に、あこの人はすごいなんかジャンクフードばっか食べてんだなとか、別に悪くないけどね、悪くないけど、そのちゃんと気を使ってやってきたんだなっていう人の美しさっていうのは、こっからどんどん差が開いていくと思うよ。いやそうだね。だからあの人素敵なコート着てるわねって言われるよりも、なんかあの人すごいなんていうの立ち姿がかっこいいねって言われることこそ、ものじゃなくてでしょ。そうものじゃなくて人に焦点当たるっていう。それは年取ったら、例えば稼ぎも増えて、いい洋服が着れるようにはなるかもしれないけど、でもやっぱ肉体が衰えていって、そこでなんだろうね、素敵な洋服をまとったって、やっぱそれはさ、っていうところを自分もこのままじゃダメだと思って、今やってるわけなんですよ。パーソナル。いやまあパーソナル、でも私パーソナルじゃないともう続けられない、やれないと思う。ジム契約したじゃん一緒に。やっぱ一人でもう無理だ、私もともと苦手だからさ逃げちゃうのよ。でもあなたのパーソナル見てていいなと思ったのは、もう行かなきゃいけないし、1対1だから、もう見られなきゃいけないっていう感じだったら、なんだろう、ある意味行かなきゃって思って行けるし、でもただ食事制限あるよね。そこは問題だよね。トレーニングと同じくらい食事が大事だから、いやそこだよね。多分そこにぶち当たるようになった。砂糖とか取っちゃいけないじゃんって。いや別に取っちゃダメなわけじゃないよ。でも取りすぎてるよねと考えて。この後だってケーキ焼こうとしてもねジャムがさ残ってるからさ、ちょっとケーキでも焼くかみたいな。最近あなたが食べてくんないから一人で食べるか、翌日に分けて食べるかみたいなさ。いやでもねほんとちょっと考えさせられたから、ちょっとまだね心の準備できてないんだけど、ちょっとやっぱその方向にちょっと触れ出してる。プロのすごい体を見てきて、わやっぱかっこいいなみたいな風に思ったから、ちょっとねそういう意味で感銘を受けましたね。もう素晴らしかった劇団四季。今度またなんか機会あったら行こう、劇団四季他の公演とか。いやすごかった。でさそれでまだ話していい？いいよいいよ。でさそれで劇団四季見終わった後カフェに移動して普通におしゃべりしたんだけど、なんか愛ちゃんが最近ハマってる遊びがあるんだよねって言われて、私が反対の言葉を言うから、それで本当の正解を当ててっていうゲームなんだけど、一個言っていい？愛ちゃんから言われた問題でね、おにぎり市民。おにぎり市民、おにぎり市民。トーストキング、バーガーキング。おすごいめっちゃすごいねあなた。すごい。どういうこと？合ってるの？合ってる。すごい。うちらずっとパン王子、ベーカリー。すごい。あともう一個。ゴールドスタンディング。ゴールドスタンディング？ああ、あれか。考える人？違う。そういうわけじゃない。ゴールドの反対？ゴールドの反対って何？そんな深く考えないで。地名？地名？金の反対って何？銀ってこと？銀座？こういうふうに自分たちで考えて、反対のやつやるっていうのめっちゃ面白くて、でも全然私とのんちゃん答えられなくて、うちら IQ 低すぎないって言ってで
私のんちゃんが出した答えにすぐ分かったの、ゆっくり魚。ゆっくりさ何やそれのんちゃんと私の思考回路一緒すぎて私一瞬で当てたんだけど、ゆっくり魚。ゆっくり魚クイック肉えいきなりステーキいきなりステーキそうでもこれ面白い、ちょっとやってぜひ皆さんやってみてください。こう質問考えるの難しいの、こっち出題側が。出題側がね、そう確かにめちゃめちゃ難しいからやってみてくださいそうこれでなんかね、小1時間潰れるからね。いやなんか出したいね。出してこれさ最初に答えから見つけるんかな、うん答えを考答えをえてそれの逆を言えばいいってことか。バーガーキング思いついたらそっから逆にしておにぎり市民。ああね、うん嫌い外。嫌い外。好きには好きはやった初めて当たった嫌い外そうこういう遊びをねしてました。はい、そんな感じで5月に入りましたね。もう私の誕生日が目前に迫ってきていますね誕生日ハラスメント。でもね今年ね、結構偉かったよ。嘘。言わなかったよね、ギリギリまで。確かにね、いつもさ 2,3 ヶ月前からさもうすぐ私の誕生日だって言い出したけどさ今年はそうだね、4月末ぐらいからしか言ってなかった。言わなかったなと思って、その分ちょっと忘れかけてた。忘れてて、今日午前中打ち合わせ一緒にいたんですけど、誕生日プレゼントとか用意してんのかなみたいな話したら、まだしてないとか言って。いやお店だけは予約してるけど。そう、私がカニ好きだからカニしゃぶのお店に行きますね、当日。楽しみ。そういう感じで、今週もちょっと餃子グランプリを待ちつつ通常回をお送りしていきたいなと思います。はい、なので前回の動画に来た、質問とかトークテーマをお話ししていきたいなと思います。じゃまずライトのやつからいこう。はい重たいやつあるってことだ。紅葉鳥ネームゆきさんからのお手紙です。童謡ラジオでもう童謡ラジオになってた童謡ラジオでぜひお話しいただきたいテーマがあります。ミクさんや旦那さんは旅行がとても大好きと思うのですが、旅行に行く際のプライオリティや価値観、例えば食、買い物、自然などどのようなことに重きを置いているのかぜひ知りたいです。また今まで行った国で好きなところベスト3も教えてほしいです。ほう何を優先するか。なんか一昔前は食べること好きだったから、各国のちょっといいレストランにはなんか毎回探して行ってたね。そうだね、必ずちょっといいレストランに行ってたね。でも最近はアクティビティ重視な感じじゃない？そうだね、最近はなんかもう今までの人生で味わったことない気持ちとか、あとはその体験みたいなのがあるところに興味惹かれるね。だから私がやっぱアフリカ行きたいとか、またインド行ってみたいとか、なんかやっぱそういうところに結構なってきてるかな。そうね、都市系だと結構なんかやっぱいろんなところ行き出すと、なんかあそこに似てるかもみたいな、よくないよねって思っちゃうんだけど、円安円高のさ、あれでさ自然とそういう気分になるんだろうけどさ、やっぱ今円安気味だったからさ、なんかその時はやっぱ買い物って言っても、別に安くもない、なんかお得感もないし、なんか記念とか、そういう意味合いでは買ったりはしてたけど、普段ここで安いからとかっていうのはもうないね。昔はだってハワイに行くってなった時さ、やっぱ円高、だったからさ、ハワイで買った方がブランド物が安かったりとかさ、だからもうお買い物が楽しいで結構言ってたけどさ、今そうじゃないから、そうなってくるとやっぱり自然とか、体験がもうそこにお金かけた方が有意義な気がしちゃう。いやちょうど今日ね道端で視聴者さんとすれ違ったんだけど、夏スイス行きますって言ってて、やっぱほらスイスはね山あるじゃん、やっぱそういうところにやっぱ行きたいなって、どうせお金かけていくならそういう日本では見れないような大自然、日本も自然あるけどね、山あるけど、でもなんかまた違ったそれを見に行きたいとかやっぱ思うんだなって実感した。そうなんだよね。あとプラスでやっぱね、あんまりいろんなところにいろんなものを見すぎるとなんか良くないみたいなのちょっとなんか思った。なんていう既視感っていうんだっけ？既視感。なんかどっかで見たことあるなみたいな。
でもそれって本当に申し訳ない、本当に良くないんだけどね。そういうふうになんかどうしても思っちゃうね。てか30代になってくると結構いろんな体験したりとかさ、いろいろ見てきたりとかさするから、結構なんだろう、やっぱ20代の時よりもわーっていう初見の感動みたいなのってやっぱもうものすごく減ってるなって、そういう意味では確かにスイスとかは、もうなんか圧倒的山々と、圧倒的なんか自然感は確かにすごい満足感が高かった、すごかったよね、やっぱなんかマッターホルン見た時にすごい感動したもんね。あれは結構さ、旅結構行った後の、旅行であったけど、なんかそれでもやっぱ新しい感動だった。ランキング？そう、ランキング、今まで行った国で好きなところベスト3だって。好きなところどういう好きかによるな。どういう好き？いやわかんない。もう一回行きたいなのか、もう一回別に行かなくていいけど、あれすごかったなのか、なんか住みたいとかなのか。まあ1回だろうね。1回だね。もう1回行きたいは別にいらないかな。満足感が高かった旅行先ってこと？私はスイス。スイスはなんかね、なんか満足感すごかった。シティもあったし、山もあったし、旅行のさハプニングがさちょっとあるとさ、それはそれでいい旅の思い出になったりするじゃん。それがさやっぱスイスはあったじゃん。なんかハイキングしてる時も割と結構険しい道行ったりとか、自転車乗ったりとかね、そういうの考えるとスイスやっぱ一番満足度すごかった。であとやっぱりフィンランドも私はすごい好きだね。フィンランドは何回も行きたいなって思う国で、スイスは正直1回でもう十分って感じ。まあ大きい国ではないからね。そうもうスイスは一回あの感動を持って帰って、それをずっとホクホク生涯めでていくみたいな感じ。フィンランドはやっぱりもうお買い物も楽しいし、夏と冬で全く景色が違って見えるとことアクティビティも多いところ、あとはレストランとかご飯のクオリティ高い、結構、っていう総合点ですごくフィンランド好き。あとは治安も結構いいし、人も優しい、人もなんか日本人っぽい、シャイな感じであんまり深入りしてこないところがすごく好き。あなたは？行ってよかったなって思うのは、まだやっぱスイスねよかったなと思うし、あとは今パッと思い出せるのは、でもあとあれはね、そのフィンランドの、あそこ釣りしたところなんだっけ？クルリゾートだ。クルリゾート楽しかった。クルリゾートは良かったし、あと、全然 YouTube やってなかったと思うけど、ボラカイ島ね。まあボラカイが良かったっていうか、ボラカイのシェラトン、シェラトンだっけ、リッツカルトンじゃなかった。シャングリラか。シャングリラだ、そうのなんかVIP 待遇。ボラカイ島なんかのんびりしてた。ボラカイ島めっちゃ良かったね。なんかボラカイ島の映像とか一切ないからさ、ちょっとこれ思い出話しよう。ボラカイ島めっちゃ面白かったよね。当時私たちは会社員で、しかも休みもなかなか取れないから、ボラカイ島に1泊しかできないスケジュールで行ったんだよね。ああいうリゾート地なのに1泊だけで、台湾で合流して、あなたが台湾にいたから当時。そうで台湾に合流して、台湾からなんか LCC に乗ってボラカイ島まで行ってね、でそこからボラカイ島からシャングリラまでは船だったんだけど、やっぱ LCC で行くからなんか早朝夜中の1時とかに着いて、でそれで車とかフェリーみたいなので乗り継いでシャングリラに朝の4時とかに多分着いて、でもチェックイン15時とかだから、朝4時に来られましたよみたいな雰囲気だったけど、でもさすがシャングリラだからすごいなんか朝4時でもさ、いやでもあれはねちょっとやっぱね迷惑がられてたと思う。でそれで待合室っていうかさ、シャングリラめっちゃ広いからさ、なんかホテルのロビーでちょっと何時間か待ったよね。待ってでそれでちょっとだけ早くチェックインさせてもらって、でもうホテル内でほぼ過ごしたよね、まったり。最高だったね。そう実際着いてチェックインした瞬間寝たんやけど、それもめっちゃ気持ちよかった気がするし、あの時にフロントから見た朝日をまだ覚えてる。わかる、すっごい綺麗だった。ちょっと写真あるかも。写真あったら写真あったらね。そうでもそのシャングリラの中でめっちゃ
めっちゃなんかちょいハプニングがあったけどさ、覚えてる？ディナー食べ行くっつって、あまあああいうリゾートだから海岸沿いみたいなオープンテラスみたいなところのディナー食べ行って、で私たちの席用意されて、こういう夕暮れ時にね。でそしたらさ、なんかここのうちらのテーブルだけなんかライト壊れてますって言われて、工事現場にさよくあるこういう丸いでっかい球体でさ、白い白熱球っていうの、ブワーって光るやつが私たちのここで照らされてたんですよ。でこれやばいなって思ってたんだけど、したらさ暗闇になった瞬間さ、ボラ怪獣のさ虫寄ってきたよね、ブワーって。まあ、ディナーはほぼ食えなかった記憶があるけど、もう全部にさもう虫入ってたもん、ドリンクとかに。でもさスタッフの人笑いながらさご飯さ届けてきてんです。それはそれでむっちゃ面白かった。ボラカイ良かった。でも、俺やっぱね青森旅忘れられんぐらい良かったわ。俺ちょっとね今青森刺さってた、ここ数年のさ、旅のことを思い浮かべてさ、青森めっちゃ良かったわ。そうこんな海外を押しのけて、青森はマジで良かった。青森もなんかやっぱりもっとメジャーな観光地があったと思うけど、あそこになんだっけ、どこだったっけ、弘前のオタービョの周辺、あそこに行ったからこそ味わえたなんか良さがあったよね。結構どこ行っても楽しいんだよね。楽しいね。バリのアヤナリゾートも楽しかったし、そうね、ホテルステイ楽しかったし、でもやっぱね、そのドイツみたいに、ドイツはすごい素敵なとこなんだけど、もうソーセージ、ハッシュポテト、パンみたいなやつが続く国はちょっと長いするときついなと思ってちょっとね、ソーセージとじゃがいもがあんま好きじゃないから、じゃあもう一個読んでいきます。はい、コウヨトリネームみずきさんからのお手紙です。ミクさん、先生、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝見しています。私が最近考えてしまうのは言語化の意義についてです。私は言語化がうまい芸人さんや YouTuber さんが好きです。自分がなんとなく思っていたことを分かりやすく言語化してくれることで、聞いていてすっきりするし、この感情をその言葉に落とし込むんだとハッとさせられることも多いです。なので一般的に言語化がうまいとされているような芸人さんのトーク番組を見たり、ラジオを聞くことは日々の楽しみでもあります。しかし研究室の飲み会の際にこの話をしたら、その場にいた教授にその気持ちはすごくわかるけど最近の世の中は冗長すぎると思うと言われました。教授はネタや物語のセリフなど作品そのものだけを受け取り、その意義や裏話を自分で想像する力が人には必要だと思うし、自分はそうやって見ることが好きだと言っていました。芸人がネタの裏側を喋ったり、俳優が仕事に対する考え方を話し、それを聞くことが好きな私ですが、教授の発言を聞いてその考え方もあるなぁと感じました。確かに最近は言語化ブームみたいなところもあり、あらゆるコンテンツでそれが重視されすぎている感じはあると思います。ミクさんは自分の YouTube や SNS の考え方をよく話してくださるので、いつも興味深く拝聴していますが、このことについてどう思いますか？これ以上の裏側は言わないようにしているラインなど決めていますか？ミクさんや先生が考える言語化の意義について聞いてみたいですということです。むずっまあでも確かに今の世界もなんだろう、言語化で溢れてるっていうかさ、なんか言語化って英語化っていうか、なんだろうな、俺なんか解説ブームだなとは思うけどね。そうね、解説ブームだね。なんかその漫画とかもさ「進撃の巨人」とか、一旦なんかリアルタイムでファーって見てたけど、完結した後か、完結した後に解説した人のなんかやつ見たら、もう一回見てみようとか、なんかそういうのは最近多いなと思うけど、どうなんですか？でも私もそれやっちゃうな。私もでもそういう風にいろんなもののそれを解説してる人のやつ聞くのが好きだわ、この水木さんみたいな、だからなんかちょっとさ、ちょっと前にさジブリでさ「君たちはどう生きるか」って映画がさ、やってさ、あれで最初見に行ってみんなが分かんないとかさ、俺はこう思うとかいろいろやった時にさ、なんかあの時にみんながこう頭の中大パニックになったみたいなのはやっぱあるよね。私もなんか見ながらこれはどういう意図なんだろうみたいなふうに思っちゃって、そのストーリーラインとかそういう感覚で受け取らず頭の中でぐるぐる考えて
見ちゃってたみたいなうんとこあるんだけど、確かにああいう作品が割と少なくなってきてるから「君たちはどう生きるか」見た時割と衝撃だった。久しぶりにうんあんまり理解できないみたいな。まあね、まあ多分ビジネス的な問題なんだと思うけどね。そのある程度さ、答えを出してあげて、これってこういう作品だよねっていう認識を共有させることで、あれってああいう作品だよねって言って誘いやすいとかさ、見に行きやすいとか、そうそうリピートおすすめしやすいとか、そういうのがあったりするんじゃないかなと思うけど。最近はなんかあらかじめネタバレ踏んだりとかさ、ご飯食べ行く時もあらかじめこういう味なんだろうなってさ、分かりやすくみんな説明してくれるじゃん、なんかそのレストランとか食べ物屋さんレビューとかも、それが分からないと行きにくいみたいなところあるもんね。まあ確かにね、ちょっと SNS がそれは発達しまくってるのもあるし、あとなんか今日なんかふとラジオかなんか聞いてた時に、オープンになると多様性がなくなるっていうのがあって、例えば YouTube とかがどんどんこう開かれたプラットフォームになっていろんな人が参入できるようになる、参入してくるといろんなコンテンツが生まれると思うじゃん、いろんな人が来るからね、でも実際に人が見たいコンテンツっていうのはめちゃめちゃ少ないわけ、限られてるの、食とかさだからそこでみんながパイを食おうとし合うから、結局なんか流行ってるもので競争し合うしかなくなるから、意外と多様化しなくなるっていう話を聞いてた時に、自分がその再生数とかを取るってなる時にはやっぱ解説とかがやっぱ結局見てる人の求めてるものだから、そういうのでやっぱ自然に増えてって、なんか私たちの頭の中も言語化を求めて、全部こう説明されてるものを求めてなんかクリックしてるんだろうなって思った。答え合わせして、会ってた時は気持ちいいんだろうね、多分これってこういう味ですよって言われてるものを食べて、本当にその味がしたっていうのは、自分が調べてきて見つけた答えが本当に合ってたみたいな、やっぱ快楽物質が多分出てるやろうね。そうだろうね、これは確かに止められないものなんだろうな、だからあなたが前美術館に行ってさ、なんかふと入っちゃった、何の情報もなしに入っちゃった美術館で、これは何なんだろうって考える時間っていうのが良かったみたいなのは、やっぱこういう解説とか言語化の世界にいて、突然そこに自分が入っちゃったことによって逆に新たに刺激になったんだと思うね。そうね、どうなんだろうね、悪いことではないとは思うけど、でも確かに想像力が欠如していってしまうっていうのはあるかもしれない。正解とかこれはこうなんだっていうのをすぐにこう調べに行けちゃうから、本当はそうじゃない可能性があることをシャットアウトして、あこうだよねっつって、そのことに対しても決着つけちゃうみたいな。まあでも確かに相手が教授でしょ、それは自分で仮説作ってさ、立証する人だから、そりゃそういった考え方は、自分の生徒にはしてほしくないっていうか、自分で仮説立てるよってことをそれは言うよな。これ以上の裏側言わないようにしているラインなど決めてますかっていうんですけど、私結構言ってるようで全然触りしか言ってないと私は思ってる。例えば自分の YouTube 運営のことだったりとか、これからこうしていきたいみたいなのってすごくあなたに話して、ものすごくこういうところの終着点まで行きたいみたいなことは自分の中であるけど、皆さんにお伝えしてるのはその触りぐらいだなとは思ってる。まあそうね、分かんない、ここはさ結構通通の関係でさ、あなたがこれを言うってことは、こういうことだろうなっていう、なんかその前提までさ、ある程度想像できたり、共有できてるから、話せることって多分多いけど、確かにいきなりね、多分視聴者の人に、そう全部言ったらびっくりしちゃうと思うし、ある意味ってなんか想像と違ったわって思われるかもしれないし、でもそれはゆっくり見せていく分には何の違和感もないと思う。よくあなたがさ、私は危なっかしいみたいな、危なっかしいところが結構良さでもあるって言ってくれたりするじゃん、こういう YouTube やってる時に。だから私はたまに発言だったりとか、分かんないけどなんかちょっとって思われるようなことをポロッと言ってしまってる時があると思うんだけど、それは長く時間をかけてゆっくりなんかこうつなぎ合わせてる
つなぎ合うような風になってるようには作ってるかなと思う。わかる？言いたいこと。そういうことね。言語化して自分で編集してるわけだからさ、ね、自分で後からいくらでもさ、カットできるわけで、それをあえて出してたり出してなかったりっていうのはまあ意図があるっちゃある。まあないっちゃない。ないっちゃない。だけどちゃんと自分の中で最終的にはこういう風になりたいと思って、ただなんとなく動画を作ったり、ただなんとなく発信してるわけじゃなくって、やっぱその時々でここに行くためにどういう風にアプローチしたら皆さんが楽しく見てくれるかなとか、なんか私の意図を汲み取ってくれるかなって思いながらやっぱやってるから、でもそういう意味では本当に皆さんにこう話してる部分っていうのは結構割と本当に1割とか2割ぐらいかもしれない。でもそれはなんかこの YouTube が1日でも長く続いて、1日でも皆さんに楽しんでもらえるようにするための行動だから、なんかそこでがっかりしないでほしいなって思う。私がこう例えば全部見せてくれてないのみたいな、って思わないでほしいし、でも普通に、見せてるっちゃ見せてる。わかる？難しいよね。言ってないっちゃ言ってないし、言ってるっちゃ言ってるみたいな、なんかすごく曖昧な部分があるんだけど、でもだからといって皆さんのことを裏切ってるわけではない。以上、昔なぜテレビでした。昔なぜテレビって何？待って、最近最近どういうラジオ最近どう昔なぜテレビはい、そういう感じで言語化のテーマの回なのに全然言語化できず終わりましたけど、今週のラジオは以上とさせていただきたいなと思います。で、ついに来週は餃子グランプリです。楽しみ。あなたも筋トレしててさ、食事制限してるから餃子の回にこう標準合わせてやっていかないとって言ってたね。その日はもうチートデーだよね、ある意味。いやまあもうそこはね、もう忘れて楽しもう。餃子っていうもの自体はさ、楽しんでいきたいなと思うので、ぜひね、来週のこの動画を見るときには皆さん自分の好きな餃子をね、そうね、置いて食べながら見てほしい。それ2倍楽しくなるかなと思いますね。はい。白米だけでもいいかもね。見て餃子用意してみてください。はい。では今週のラジオは以上です。この動画が面白いよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。